日本でも LE4 でそこそこ話題になったのに、もう日本で当チャンネルくらいしかこのブランドのこと、追いかけてない。というわけで、やっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、なんか色塗った KZZSR に見える、ラクティア LE さん。また変なもん買ってきて、そうだよ俺は変なもんが欲しいんだよ。ラクティアは2022年に突如登場し、一瞬話題になって、その音作りの雑、ゲフン、荒々しさと、久しぶりの超低価格ハイブリッドドライバーブランドとして話題になったイヤホン。最初に登場し、最も話題になったラフィットエアー LF4 は、明らかにまだまだ BA を搭載する予定だと思われる、BA 型の空洞が空いていたり、なぜかケーブルも本体も逆走だったりで、悪い意味とほんの少し良い意味で話題になった。その後も、KZK でしか今まで採用されていなかった、丸型低価格 EST ドライバーを採用した、LF3 シリーズを出したりと、絶妙に突っ込みづらいところのエッジをひた走り、さらに、入手できるストアが、謎に安定しない上に少ない上に、中国からの個人輸入しか手段がないとかいうアングラ感から、気づいたら僕以外誰も追いかけなくなったブランド、あって最近では、中華低価格の中では比較的まともなブランドが採用しやすい、10mm のダイナミックドライバー単発を採用したイヤホンをポコジャカ発売し、同期のイヤホンが10種類くらいあるうち、ドライバーの種類が2種類で、その2種類の音しかしない、とかいう、チャイニーズマジックムーブをかまし、往年の中華イヤホンを彷彿とさせるクラシックストロングスタイルでイヤホンを発売してるぞ。早い話 9KZ とかと同じポジションで、なおかつ 9KZ などより圧倒的に知名度が少ない状態に落ち着いてる、って現状だ。9KZ は2016年くらいに BA イヤホンを出して品質管理に失敗してから、BA ドライバー搭載モデルを出してないんだけど、こちらももう BA ドライバーを積むことはないんだろうか？と、なんだか本体の話に入る前にすでにお通夜みたいなありさまになってるけど、僕が話したいのはそこじゃない。実は、ラクティアでもダイナミックドライバーはどんどん更新されてて、現在最新のダイナミックドライバーを搭載したのが、この LE さんなんだ。ブルーウェイル V6 という名前のドライバーらしい。他に情報は？特にないね。公式ページには、軽く紹介文があるんだけど、エクセレント、とプロフェッショナルレベル、という、スペックに全く関係のない単語が何度か繰り返されてる。わかることは、KZ が2019年に採用してから、低価格市場でとても支配的なシェアを持っている。10mm のダイナミックドライバーを使ってる、ということだけ。中身を見る限り、他のこのクラスのイヤホンに使われてるダイナミックドライバーと共通か、近いものが使われてるっぽいぞ。そうだよ、この怪しさこそ低価格中華だよ。こんだけフラグを立てといて、普通にいい音なのがまた面白い。LE さんは濃厚な低音域と、よく聞こえる中高音域を持っていて、ボーカルなんかもしっかりこなせる。KZK で近いドライバーを採用している、KZESX のシリーズとかと比べると、中高音域が低音域に飲み込まれておらず、全体に暖色感のある音色。特に、ベースの包み込むような、ある程度の広いホールのような空間で響いているような印象は、好ましいと感じる人も多いんじゃないかな？高音域は柔らかめ。ただし、潰れてる感じはなく、この価格帯の中華イヤホンの全体的なレベルの向上を感じられる仕上がりになっている。不快な刺さる音もなく、実に良い塩梅だぞ。中音域以下は暖色のある音色、若干ドンシャリ感のある音なんだけど、高音域の印象がきつくないことから、主役になるのはボーカルと低音って印象だな。謎のドライバー、ブルーホエールの特性なのか、この LE さんの特性なのかはわかんないんだけど、低音の反響感、残響感はしっかりあるんだけども、ボーカルと高音域が無理しない範囲でしっかり前面に出てくるので、安定感とスケールのでかい低音域と、それに食われない中音域が魅力のイヤホンだ。普通にこの価格帯、この仕様で優秀な1ダイナミックドライバー機だと思うな。ただし、このイヤホンを買った本当の理由はちょっと違う。このイヤホンの形？どっかで見た気がしない？僕には一つ、これしか思い出せないイヤホンがある。2017年の12月に発売になった、KZ 初期のハイブリッドイヤホン、KZZSR だ。見れば見るほどそっくりなんだよなぁ。というわけで、実はもしかして ZSR のシェル有用してたりしない？という疑問のチェックのために、この LE さんを買った、というのが真相だったりする。LE さんと ZSR は、並べても、色以外で見分けるのが難しい。が、2ピン端子が時代に合わせて QDC に変更になってるので、ここが最大の違いだな。ただ、これだけだと、この部分だけちょいと変えて有用したのかな？という疑惑が生まれるんだけど、実は、ノズル周りが別物だ。ZSR のベントは、
本体からそのまま伸びてて返しがついてるんだけど、LE3 は若干細くて、ノズル周りの造形が異なる。いやでも待てよ、逆に言うと、ノズル周り以外の設計はほぼ完璧に同じだ。QDC 端子は無理やり再設計したのか、思いっきり隙間が空いてるし、ノズル周り以外のシルエットは完全に共通になってる。強いて言うなら、プリントで ZSR の表記があったところに、代わりに R の文字が浮き上がりで造形されてることくらいだろうか。似てるようで微妙に違う。でも流用した感が強い。やっぱりこのブランド、謎だ。音色としては、スマートフォンなどに直接つなげても、音が刺さらず、大きく、低音もたっぷり出てくれるので、使い道はあると思うので、この怪しさを体験したい人におすすめするぞ。ラフティアー、やっぱ怪しいなぁ。といったところで今回はここまで。